はい。今日はレタートプロジェクト届くの、トークで、進めていきたいと思います。レタートプロジェクトと届くは、新型コロナウイルスの感染拡大によって、今、オンラインでいろいろなコミュニケーションが図られていると思うんですけど、そういった中であえてオンラインツールを使わずに、手紙やはがきやビデオレターなどを使って、さまざまな背景を持った人々とアーティストが共同でプロジェクトを進めていくというものです。で、今回は、参加作家の大木博之さんをオンラインでつないで、トークを進めていきたいと思います。大木さんは、NPO 法人ピアサポートネット渋谷という渋谷にあります引きこもり等の若者を支援する団体を通じて、にそこを利用されている方々とビデオレターを使って今いろいろコミュニケーションを取りながら、プロジェクトを進めているところです。で、このレタートプロジェクト届くは、昨年度から、2020年度からスタートしていて、今年度で、2年目になるんですけど、今年度はいろいろそうやって大木さんの場合はビデオレターを通じて1年間いろいろそこに集う若者とコミュニケーションを図っているという状況です。で、大木さん、とりあえず今、半年以上、半年とちょっといろいろやり取り進めている状況なんですけど、なんとなく今やっている感じをちょっとお話ししていただけたりしますかね。はい。えーっと、はい。最初、そうですね。最初に、僕の方で、まず、きっかけとして見てもらう、投げかけるというか、出発みたいな感じで、映像を作りまして、その時も、割と、割と短めの、えーっと、いわゆる挨拶に近いよろしくお願いしますみたいな映像を、まず作ったんですけども、なんとか、まあ、その、僕はやっぱりなるべく生きた、なんて言うんだろう。僕自身がこの後、プロジェクトに対しての姿勢として、なんて言えばいいんだろう。やっぱりなんかウェルメイがいけないとかじゃないんだけど、実際今いろいろな状況が、すごく価値観みたいなものが変化していくことに、なんて言うんだろう。ちゃんと対応してというか、と思ってたりしてる中で、あとでもそれ僕の場合一般論じゃなくて、現にピアサポートの、あの場で、しかもお会いしてない人に向けての映像で、僕なりに変な言い方ですけど、どんな人たちなのかなって想像したりもする、その想像が一体何にも、なんつうの、どういう、何を、どういう根拠でだったり、どんな情報からそんなことを想像したり、架空のね、してたりしてるのかっていう
だから最初のは割と、まあ、もうちょっと送ったものっていうのは、架空の想定みたいな、まあ最初ってそれはそういうもんなんですけど、でも、例えば今回はやっぱり直接会わないでコミュニケーションするっていう一つの、まあ、特徴があって、まあそれはね、今、その時に、なんて言うんだろう。だから、そうね。で、とにかく割と長い、それこそ、もうい、で、しかし、もう一個送ったんですね。それは変な言い方なんですけど、非常に、それこそ現代アートとかで言ってもいいし、映像作品、映画作品の文脈で見ても僕はかなりラディカルなものだと思ってて、普通の人が見てもね。っていうか、ラディカルというか、まあ、そうなんですよ。すごく。だからそれをあえて15分ぐらいあるのかな、それを。で、それを、もうまた送ってもらったんですね。ただ、そこはまあ、ちょっとその辺はもう内部事情になるんで、あんまりどこまでこう、どう細かく話してっていいのかわかんないんですけど、まあ、先があるんでね。まあいいや。あそれで、それに対して、まあ、最終的にはでも、なかなか映像難しいんで、ちょっと事情がよくわからないところもあるんだけど、まず一人の人からレスポンスっていうのかな、まあ一応あって、で、さらにもう一人、別の人からまた別のタイプのものが来ました。で、それに対して、僕はまあ結構考えつつ、それそれこそ届くという意味合いで言うと、際どいラインのでもレスポンスをしたところですね、今ね。うん、そうですね。まあ、あれ、状況としてはそういうところです。うん。大木さんの、リクエうん。ストとして、うん。今回のプロジェクトって大木さん以外にあと2人のうん。作家がうん。参加しているんですけうん。ど、彼女らはある程度特定の人とこうやり取りをしているって形うん。で今進めているんですけど、大木さんは結構そのやり取りする相手がこう徐々に変わっていってもいいというか、むしろそうやってこう流動的にコミュニケーションする相手がピアサポートネット渋谷さんはこう変わらないけど、その先の人たちはこうどんどん変化していってもいいというような形で今回のプロジェクトを始めたと思うんですけど、そこら辺って何か狙いがあるんですか？いや、それはね、僕実際、今そういうふうに言われてみると、うん、まあ確かに変化してもいいと思ってたと思うんですけど、実際にそのレスポンスが来たじゃないですか。はい。そうすると、やっぱりでも、まずその二人とも、なんかどうなるんだろう。だからなんかこう、全体が流動すればいいっていうのとは、ちょっと今の感じはうんう違んうかもしれませんね。ちょっうん。と実際にそのピアサポートとのまあこう、動きが少しずつ、まあ今ちょっとこう、なかなかじっくりいろいろしなきゃいけない、まあ今そういうタイミングに来てるんですけど、それで、だからこう、いろいろそこに今重点は逆に言うとあんまりないかもしれない。うん。っていうか、もう本当に、なんて言うんだろう。変な話けど、まだだから一往復って言ったら変だけど、うんう本当ん。の意味ではだからね、受けたっていう、もう一回の難しさですよね。そうれは、んしたときに、じゃあつって、でもまあそこに、でも映像はだからいろいろちょっとそこ僕わかんないんだけど、ある意味ちょっとそこはその具体的にそのことに関しては、ちょっと今わからないですうね。ん。どういうふうにしたら進いいのか。めていくかというかね。うん、なんか、そもそも、大木さんは、もう長年映像表現に携われていらっしゃって、いろいろな展覧会なり映画祭なりも参加されているんですけど、今回、その一緒にプロジェクトを進めている
相手方というか、ピアサポートネット渋谷さん通して、一緒にコラボレーションしている方々っていうのは、特に別に映像をすごくもともと好きだったとか、映像が得意っていうわけでもなく、今回大木さんが映像作家であるっていうことで、向こうの方々にも、もしかしたら初めて映像機器触る人もいるかもしれないような状況で、ただ、その人たち自身が何かなかなか外の世界との関わりを持ちづらいといった中で、これがきっかけになって外に出ていくみたいなことも起きてるんだなっていうふうに思っていまして、実際に、このプロジェクトのためにカメラを数台向こうの施設に提供しているということもあるというふうに聞いているんですけど、なんかそういうなんていうんですかね、外に出ていく何かしらの刺激みたいなのは実際に大きさの手紙というかビデオレターで受け取っているんだろうなっていうふうには僕は思ってたりするんですよ。向こうの方が送ってきている映像も僕は見ていたりするので、なんかそういう意味では直接の大木さんのこのメッセージに対してこういうレスポンスがあったっていう、なんかすごく具体的な会話みたいにはなってはないと思うんですけど、今のところは。ただ、何かしらの刺激が与えられている感じはするんですけど、そこら辺はどう思いますか、大木さん。なんかね、そうですね。いや、本当にそれで、今今度その音楽の今、あれに対して思ったのは、例えば、だって、例えば僕と、例えばのぞむくんがね、ビデオレターのやり取りするってなって、それ例えばしたらね、結構難しいですよね、そうですね。実は。普段こうやって喋ってる方がむしろ簡単というかね、あれ、普それ通にはそう。うん。いや、だって長い歴史があるから、で、そうん。の加減もほら、それがコミュニケーション、例えば僕なんかよくコミュニケーションそれこそさ、コミュニケーション障害じゃないけど、人と喋ってても、どこまでコミュニケーションしてるかよくわかんないとか、でもそれはある。で、映像が入ると、うんうん。ほぼ僕はもう今人と人はその普通の例えば僕の、わかりやすく言えば、のぞむくんと僕とで、正確な対話なんか絶対できないと思う。ていうか、そんな風な映像ってそんなもの、そのために映像用に映像を限定っていうか、映像の持ってるものの、ものすごい一部分のものなんか、例えば無理してとは言わない。でも実際映像でやり取りって、ズームだって、ズームとかこれ今だって、これ何の場なのか、難しいところだと思いますけど、用事をやり取りすることは、でもあれもね、話ずれてますね。だけど、ただね、っていうかそこが実はそんなに、例えば言葉や物のやり取りと比べて人間と人間がコミュニケーションする上で映像が何の役割を果たすかっていうこと自体が、ほぼ、それが僕コロナの、そっか、その話はちょっとさっきね、言っちゃ忘れた、言ったけど、でもいいコロナのですよ。はいはい。僕自身は今、そのコロナの、ちょっと話が唐突かもしれませんけど、今のこの2002、この届くもね、2020、今年を中止、今年来年って言った時に、そのコロナの問題っていう、コロナの問題とか状況っていうのが何なのかっていうのは、当然そんな簡単に言えることじゃないんですけど、ただ明らかにあって、で、僕自身はそれを、この届くに、で、それを別に、なんかほら、わかりやすいメッセージ性とか、それでやるね、個人とやるものなんで、ただでも実際人が絡んでくるし、1対1でやるっていうだけじゃないわけで、そのピアサポートの人とかも含んだり、このメディア、その中で、言語の問題が実は僕はものすごくもうあると思うんですけど、メディアの問題っていうのがすごく実はあって、こうやって、うんでもね、もともとウィーンだから、直接ね、合わせないから、これはあるのは便利なことでもあるわけだけど、ただ、そうです。僕の中、今ウィーンにいて、あれですね、このズームで大木さんと話させてもらってるんですけど、だからこれはもう恩恵なんかでもだよね。今ちょっと面白いなと思ったのは、
こうやってズームなり、いろんな今、オンラインのこう映像を使ってのコミュニケーションツールってすごい溢れていて、むしろそれがこのコロナコロナ以降ではもうスタンダードになりつつあるじゃないですか。例えば、もう会社に実際に行かなくてよくて全部リモートでやるとか、大学の授業もリモートでやるとかが多分どんどん普通になっていって、ただ今大木さんがおっしゃっていた、こうやって映像っていうものを使ってこうコミュニケーションを図っているわけだけど、さっき言ってたその大木さんが今やられているビデオレターっていうもので何かがそんな簡単に伝わるもんじゃない。映像はそういう何かを伝えるっていうののそんなに簡単なツールじゃないっていうふうにおっしゃったと思うんですけど、逆にこういう、まあ仕事なりそういう教育現場なりみたいなところでは、むしろこう推奨されてどんどん使われてるわけですけど、なんかそこでこうそぎ落とされていくものというか、伝わらない映像だと伝わらないことみたいなことっていうのがむしろあるっていうことなのかなっていうふうに思うんですけど、そのコミュニケーションツールで使っているにもかかわらず映像だと伝わらないことっていうのとかと、その今回青木さんがやっているビデオレターでの伝わらなさみたいなこととどこかで何かがこう通じてるのかなって今聞いてて思ったんですけど。そう。本当にそうで、だから、ね、それこそ、僕もね、だから例えば、今回して思うんだけど、これもそうなんですけど、だって、これをさ、誰に、何の磁場で喋ってんのか、これが例えばね、どんな場にしても意味がわかんない客がいる、例えば意味がわかんなくてもいるのと、もう当然、当たり前のことだけど、本当にわかんないわけですね。その誰にと話して、誰とっていうか、音楽と向き合ってるわけですから、並んでるし、よく画面がね、あっちとこっちにあるから、なんかいろいろピンとこいないとよくわかんないけど、いやいや、でね、これはちょっと、いや、だから、僕自身は今この、本当にね、それいつも、この趣旨っていうのはやっぱりすごく趣旨っていうのは魂でもいいんですけど、なんていうのかな、なんでここで魂が出てくるのって話になるでしょうけど、今この場で僕は思う、とか、例えば写真の歴史、まあ、105も映像よりは少し長いんですよね、写真が。で、僕自身は今映像のことを、っていうか今映像の問題がものすごい僕は問題だと思ってるんですね。そのコロナとものすごく関係もまさに今の話と一緒、ズームとかなんとかもそうで、LINE 用でディスタンスのとか、リモート全部そうで、もともと映像っていうのはそういう要素があるし、僕なんか映像ずっとやってきてるから、リモートだったり、ディスタンスみたいなことはもう常に悪い意味でも、もう映像、僕自身はね、また話、僕の話はいいか、キュリー夫人だっつってんだけどさ、ほら、放射線を生で掴んで、その人は死んじゃうでしょ、でもそのぐらい映像なんてものは、はっきりと映像っていうのはすごく、ろくなもんじゃないっていうことを言う必要性は際どいラインですけど、放射線と一緒ですよ。放射線がなきゃ人間死ぬ。放射線がなきゃ死ぬんですよ、人間。生きていけないわけでしょ、その宇宙だけど。でもそれが過剰にあれば当然問題だっていうのと同じようなバランスがあるわけで、映像ってのはもともといわゆるこういう映像ってものはビジョンだったりいろんなものっていうのはあるわけだけど、その映像っていうのはだから映像をどう捉えるかとか、じゃあでもなぜ今写真が言いたくなったのかっていうのは、ここを見てると思ったわけですよ。写真って切ってと変だけど、ポートレート、見てないからわかんないですけど、この二人の画面が浮かんでるとね、普通にポートレートに近いじゃない。でもで僕らは口が動いてたり、リアルだったり今してるから、だけど、ある種写真的とも、どう思いますわかんない。いや、写真のエリアとも、だってカットバックがないわけで、僕は映像っていうのは実は、つなぎってものがすごく重要だと思ってて、つなぎの問題とだから再現性っていうことに関しては、今これが一番フィックスで、
喋りで内容的にもまあ、だから僕はそれが、だから今こういろいろ思っちゃうのは、そこが映像の持ってる可能性はある。限定しちゃっていく。だからさっきからそこの照明とかこれ、どういう基準で照明つけてんだろうなとかもいろいろ思うんだけど、何の話だかわかんない。だから、いや、ただだから、本当にうまく言えないんだけど、これはもう僕の、まあ妄想って言っていいんだけど、コロナの僕が言ってる問題っていうのが、そこにすごく絡んできてると思う。いや、これはね、本当に説明をすごいしなきゃいけないことだから、あんまり安易に言いたくはないんだけど、言いたいことは、微妙なんですよ。微妙なんですよ。なんて、だから、いや、今これをさ、だって、これを画面をちょっと言えないから、いや、今ね、動かしてみようか。こうやると、ほら、今こっちにね、大きな画面があるのよ、ほら。でね、はい。こっちを見たり、僕はこっちを見たり、画面を見たりっていうことをいろいろやってて、だからね、もうこの精度なんだよね。なんで今こうなってるのかな、これ。だから僕にとって重要なわけよ。こっちに、この部屋でこうさ、こっはい。ちにね、魚が浮かぶってる。まあいいや、役でちょっと言うんですけどね。これはいろいろあってそこまではいい。なんていうか、いや、言えないんだけど、そういうね、だって、なんか言えない。だからね、ある種使い方によったら僕そのビデオとかもいろいろあると思うんですよ。だけど、なんかね、ある、それはあせ、れですか、じゃあ、限うん。っ定されてしまうってことですかね。ていうかね、カメラっていうなり、そういうオンラインっていうもののメディアによってコミュニケーションその形う。うん。態が限定されてしまうってことですかね。で、それがね、まあ僕は今、ちょっと、そう、まさにちょっとこれを今、2点あって、実は余計なこともあるけど、でも、まあ、メインの方で言えば、でも届くの、だから僕さっき、その、彼女らとやり取りをするっていう、だから僕自身はその、映像っていうものがまあ自分がやっぱりやってて、ものすごく重要なものだと、特に今、このコロナの時代っていうか、まあ、21世紀は特に本当に重要だと思ってるんですけど、うん。重要っていうのは別にいいとかいう意味じゃないんですよ。すごく、なんていうの、それをちゃんとどうにか考えていかないといけないものだと思ってて、で、それ実践してのなんかの表現のもの、だからそういう意味じゃないんですよ。個人のなんかを表現するために重要なものとかいう意味じゃなくて、映像についてちゃんとなんかやっていかないと、うんう人がだから、ん考えをとか、なんていうの、もっとしていかないといけない。だから、うん。まあ、変な言い方だけどなるほど。放射線とかと一緒ですよ。だからだからうん。映像とは何かってことを、映像でうん。何表現するかっていうよりも前に映像とは何なそのかってことを考そう。えないといけないってことですよね。そうそう。もともと、だから映像と表現の関係なんてのは、だから全然、本当は、だから、それハリウッドの話してもしょうがないけども、ハリウッドは完全に商業ですよね。うん。まあ当たり前だけど、金儲けのために、別にこれは悪い意味で言ってんじゃないのよ。そこはまあ、いや、それじゃあ絵画が金儲けじゃないかって言われれば、わかんない。まあそこをそんな美術論をしたいんじゃなくて、うん。もともとが、だから、だってこれはさ、まあいいや、これだけじゃなくて、ただ、さっき言ったそのカメラの問題だけじゃなくて、僕が今思ってるのは、例えばこの問題っていうのはね、実際に、本当にね、よくわからないシステムにものすごくね、いろいろ支配されてるんですよ。支配っていうのは、なんていうの、例えばね、じゃあなんで坂中君が例えば右と左にね、さっきやったりしたじゃない。それはだから、さっき言ってたのは、僕がね、こっち、分かってます。こっちの画面を見て喋ると、なんか小川君と反対を向いて喋ってるみたいに見えるんですって。で、僕ははい。こっちにわかりますなんとなく。なんかね、はいはい。わかります、それをわかります。聞かせてっていうか、多分自然に見せるにはとかあるうんんでしょうね。それでうん。うん。ちょっと話ずれるけど、僕ら、有名じゃない小津の切り返しが、小津はい。安二郎の映画が、カットバックが実はおかしいっていう、はいはい。ね、はい。映像ではよはい。く出る。
その話もしたけど、その本当らしさとか、リアリティの問題とかも含めて、いろんなね、まあ照明だってそうなんだけど、だからそれを例えば、なんていうの、まあ、はっきり言って、どん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 このズームだって、まあ、もう本当に、もうで誰も考えないわけじゃない。なんでこの画面がこの2つがあって、でも便利だったり、でもそこで何かのいろんな制度が、何かのいろんな制度って抽象的な言い方でしたいだけじゃなくてね、具体的なのもしかしたら、この空間の中で、でも実際ウィーンのね、映像とこのあって、まあそれをさ、さらに、それがどういうことなのかなんてなかなか、あれだけど、でもほら、その中身っていう、だから中身っていうものが、映像の中身が何なのかっていうのが、いや、それがね、ここは本当に説明ちゃんとできたら、すごいことになるから逆に言うとできるわけない、簡単にできるわけないんだけど、僕はそのコロナのシステムと、すごく近いものを感じてて、もちろんそのコロナのシステムっていうのは、情報システムとも絡んできてるわけでしょ。はい。当たり前だけど。まあその距離を置かないといけないっていうのはまさにいや、そんな感じがしますけどね。いや、そうじゃなくて、まあ、ワクチンにしても、いや、距離を置かなきゃいけないっていうのじゃなくて、情報もすごい入ってきてる。なんていうの、あ、感染者が何人増えたとかっていうのは割と実際は情報が何らかの情報で入ってきてるわけじゃないですか。まあそれ映像を伴うか文字の情報なのかとかもいろいろありますけど、でも僕がね今思ってるのは総合的に今僕自身はこれはもうね絶対に説明的に言って僕はきちんと丁寧に説明することはできないけど、僕が今喋ってる言葉っていうものの僕は今テーマは、僕自体のアートのテーマとしては結構言葉の、まあ、感染だよね。普通の今の流行りで言えば、感染してる言葉がね、僕はそれは文語と声、口語と両方あるわけだけど、で、だからそういう意味と今は、この今画面とかは映像と言語の両方の情報が流れてるわけ。っていうか、今、多くの意味で言えば、言葉の方が実は多いわけだね。この場だと多分。僕らの表情の変化がどうだこうだとか、リアリティはあるかもしれないけど、で、僕らは、でも違うのね。やっぱり音楽が多分ちょっと今目をこっち向けたりするのとかも、まあ、若干なんか作業があるような気もするし、まあ、そのやり方もあるじゃない。じゃあ、例えば僕のこの手の動きも、これは記録されてるものなのか、僕自身が音楽に対しての何かのどっちになってるのかはよくわからないんだけど、ちょっと待ってね、ちょっと話変なので。いや、でも伝えたいのはなんか今言ってるようなことが、実は届くの今、まあ途中の経過じゃないですか。はい。話を元に戻すとね、届くって今回のこのプロジェクトの、今まあ途中段階の途中のプロセスのなんかところで、僕自身がさらに今この実際にやり取りをしてみたときに、このね、さっき、誰かから質問あったの、携帯を、その映像を携帯を使って、僕が見てそれをどう返答するかとか、まあ、もうさっきは例えば、ここの公園通りギャラリーの話はいいんでしょ、別に。まあ、ここは主催なの、公園、東京都っていうか、東京都の主催のこの組織のとか、動き、人たちと、それから、まあ、ピアサポートっていう、まあ、向こうっていうか、そういう人たちの組織と、まあ、いろいろなんていうの中で、なんていうんだろう。物質的にっていうか、それはさっきのほら、カメラでこうなってるっていう。でもカメラだけじゃないわけじゃない。だから実際、例えば二人返事してくれた、返事っていうかくれた人が一体どの変な言い方だけど、例えば引きこもってる人が、どういう生活のタイミングの中で撮影行為っていうのはまずあるわけじゃない。すごく、まあ今カメラも僕は今日持ってないけど、どのタイミングで何のカメラを取り出した時にどこかのしかもこれアニメとかじゃないから何かに向けるわけですよね。外界っていうか、それは室内でもいいんですよ。で、例えばそれを自分にセル。で、
そのこ、なんていうの、なんかその行為、まあ、その行為が実際含まれてるわけですよね。で、それをまあ、さらにこの本当は編集っていう問題は僕はまあずっと本当の編集っていうものの難しさっていうのを考えてるんですけど、まあその編集するっていう、まあ結果的にその編集されるっていう時にまた本当に違う次元のものが出てくるんだけど、その、でもとにかく、その彼らが取ったものを、まあ、ある形として送ってきた場合にね、それをまあ僕が受け止めるの、これはだから作品と違うわけじゃない。まあ彼らにしてみたら何かではあるわけだけど、でもその送られてきたものが何をまとってるか、普通に言えば中身を言うわけじゃないですか。そう何を、なんていう、どの画面、写真じゃないけど、画像の中のこれ、例えばその虫をこうアップで撮ってたり、まあ、されてたんですけど、それがすごく意外に綺麗だったりしてるのね。で、それはまあ、もちろんそれ綺麗だっていうふうに言うことはできるわけだけど、で、まあ、まず最初にその時に、でもその一人の人は割とシンプルなものだった時に、でもね、6ショットか何かあったんだね。ただそのロックショットっていうものをどう捉えるかっていうのは本当に難しいわけですよ。いや、その捉えるかっていうのは、それが何をその彼が、まず6ショット、何ショットどう取ったのかで、その6ショットをまあ実際には選んだのかな。でもそれもまあ彼が選んだのか、100%その成立は僕はその経緯は知らないですよ。ただ実際に僕のところに僕というか、ね、届いたものは6ショットのものが、っていう6ショットっていうものが、しかも難しいな、昔だったらフィルムならフィルムっていうものにあったわけだけど、データだったりするわけでしょ。それがパソコンに届いたり、なんとかで、それをまた届いたものを僕のところの携帯になんとかとかで、それをどうこうすると再生するとかっていう。でもそれを普通はそのコンテンツっていうの中身のこと知らないけど、例えば虫が原っぱにいるっていう言葉で言えばね、で、だし、まあ、図像でもいいんでしょう。図像もあると思うけど、僕自身はもう今映像っていうのは、その中身の問題っていうか、じゃない、だけじゃないっていうか、どのタイミングでその虫のちょっとを見るのかうん。とか、どうやって、だからこれで、例えば僕がね、例えば音楽とか、まあここのギャラリーが送りましたよって言った時に僕はこう押せば見れたりするじゃない。で、はい、見ましたと、お仕事してます、みたいなことをね、やることはまあできるわけだけど、じゃあ僕がそれに返答するときに、じゃあもう一回その映像をね、じゃあ6個まとめてみるのかとか、どっかの例えば喫茶店に行って時に、じゃあちょっと携帯でその6個を6ショット見てみようかってなったり、でも、ワンショット見るとか、でもじゃあこの6ショットを選んだのがどういう意味なんだろうかとかね、いろいろ想像してみたりとか、うん。そういういろんな要素が、でもそれは実は普通のカッコビデオレ、ビデオレターってなかなかないけど、その、なんていうの例えば作品、なんつうんだろう、いわゆる作品ね、芸術作品とか、そういうもの、例えば映画を見る、ハリウッドの映画を見るっていうものとは当然違うじゃない、うん。まあもちろん、やりする段階でハリウッドと違うわけだけど、内容も、じゃあその虫のショットっていうのがね、それがはいって言って学校の映画学校だったらさ、なんかわかんない。虫のショット知らない。なんかボリがどうだとか、なんとかがどうだとか言うのか言わないのか知らないけど、別にそういうことをやってるわけでもないわけだし、そしたら、っていうかそのこと自体が、だからこの届く目的と一緒で、もっとだから僕自身はその映像がっていうツールが入ることで、その彼が実際に例えば虫を取ろう、虫に対して向かうっていうアクションをまあ、引き出すと言ったら変だけど、例えば僕の映像、レスポンスというよりは、例えばね、なんか、さっき言ったかもしれない、なんか刺激を受けて、ちょっとこうやってみようみたいなとかね、そういうのの、でもね、それはだから気だったりアクションだったり、そういうものとその結果と言われてるもの、でもそれも
だからそれがこう、作用のこう、大木さん、ちょっと一回休憩入れましょう。じゃあ、大木さん、今、いろいろお話聞いていく中で、僕的な解釈としては、やっぱ映像っていうものの、まあ、例えば、その読み解き方だったりとか、伝え方だったりとか、そういうのはやっぱり、なんていうんですかね、こうやってリアルタイムでコミュニケーションするって言ったら、そういう何かこう違った視点でとか時間軸を変えてとか何かそういうコミュニケーションに介入することってできないじゃないですか。もう直接コミュニケーションできちゃうから、できちゃうというか、それしかできないんだけど、ただ映像っていうものはそうじゃないというか、そういう一対一の顔を見るコミュニケーションとはまた全然違う何かの伝わり方があって、で、その受け取り方も全く違う、いろんな状況で、いろんなやり方で受け取ることができるっていうことがあると思うんですけど、それと、でも今回のその届くっていうのは、むしろそこをポジティブに考えているというか、そっちの可能性というか、なんていうんですか、直接やれないけど、手紙なりビデオレターで届くことっていうのもあるんじゃないかっていうところを探っていることだと思うんですけど、そこら辺の何が届くのかみたいなところを、このプロジェクト自体で考えれたらいいなっていうところでもあると思うんですけど、それと映像とは何かっていう、さっき沖さんがおっしゃっていたことと、どっかでこう通じてるというか、そこら辺の問題提起でもある気もするんですよね。このコロナ時代、オンライン時代の届き方とは何かというか。それで言えば本当にそう思います。で、逆に言うと、多分、例えばね、今、これはこれをだからさ、だからこれをこう相対化することができないからさ、このみんなが見てる、見てる人はこの画面を見るわけ 4 つ画面になるんですよ。4つ画面になるの、はい。それはまた変わるんだ。必ずそれは4つになるの。大木さんと僕と、あと手話通訳の方がそれぞれ、じゃあもうこの画面じゃないんだね。違うんですよ。またすごい社会的だね。だってそういうことだから画像っていうのはものすごい重要なことよ。ねえ。でもそういうことですよね。ね。だから、伝わり方がやっぱで、まるで変わるから。はっきり言って。当たり前でしょ、それって。だからそうすると、だから僕はもう今この、例えば表現はもう即興だよ。だから理解、二人の画面だったらまだね、僕はこうやってることと、今これは生でやってんだから画面に対して、このそこが際どいわけよ。例えばあっちが、今見えないだろうけど、あっちの画面にやると、だからその空間の中での一種のライブはあるわけでも、喋ってるのでもそこで喋ってんだからね、僕今。そう。それは、なるほどね。だから想像は、だからそれは逆に言ったら僕はもう画面を想像はできないね。できないわけだから、そうすると、それはどうってことはないや。どうってことはないけど、できないなっていうのは不可能なことにだなっていうのはもう当たり前だよね、それは。だからこれだとまだ、これに対してリアクションができるんだけどね。それはいいや、ちょっと待って、話がずれちゃった。そう、だからそれをなんていうんですか、今までのコミュニケーションができないってことを、もちろんネガティブに考えることもできると思うんですけど、逆に、できない。コミュニケーションが今までと同じようにはできないというか、一対一で面と向かって話しているコミュニケーションとは違うものになっていくってことをネガティブに捉えることもできると思うんですけど、ただそれを逆にじゃあこういったことで届くことっていうのは何かってことを逆にポジティブに探っていくというか。そう。いや、だから今ちょっと待って、なんか今例えば、ほら、僕がよく見るのはこの二人、いや、それか今喋ってるからか。ね、画面がズームってもちろん何人かあるもんだもんね。だけど、例えばこの時にいや、今ね、今そのことで言いたいのは、
だってさっき僕はコミュニケーション障害だって言ったけど、向かい合う音楽と例えば僕が生で喋ってても、まあ、普通の意味で言えば例えばそれがほらコミュニケーション的にいろいろあるじゃない。だって今もちろんそのシチュエーションの中でしかできないことが行われるわけだけど、それは当たり前じゃない。それ以外のことはやられないわけだけど、それがじゃあ1対1で生で会ってるならではならではではあるんだろうけど、だし逆にこれだったらこれのならではのこと、まあそういうならではのことをやろうとしてるのかとかもみんな僕よくわかんないけどさ、てかまあ必ずそうなる。で、いやだから今ねちょっとほら4画面になるっていうのが重要だったのは、だから僕は今この2つの画面の生のところで、まあそれがどこまでどうなってるのか知らないんだよ。ただそれは想定はまあできるところも、いや、この画面内で、例えば他の人が同じものを見るんだったら、若干、なんかあるじゃん、こう。はい。いや、はい。いや、それは、そこにこだわりたいんじゃなくて、そういう、なんて言うんだろう。言いたいことは、ほら、なんて言うんだろうな。そうそう、でもね、流れとして、多分僕は、実は映像ってものが出て、だから、そのハリウッドの話をさっきもしたのは、もう映像が、で、写真の話までしたのは、もう写真や映像が出てきた段階でもうどんどん変わってるわけよ。はい。だって昔はその彼氏の写真とかなんてないんだから。したらあったら変わるじゃないだって。19世紀彼氏の写真があったら、彼氏いない時に見れるわけでしょ、こうやって。それでも変わりますよね、人生。だし、それはもう長いこと繋がってて、それがもう動画になってって、もう20世紀の初め頃なの。でも今なんて、まあもうその長いったって大して長くないんで、実は。ねえ。だから、大して、徳川家康とか、その彼女の写真とかなかったんだからね。それは昔、だいぶ昔か。わかんないけど、どうしてたっていうか、どう思ったのか知らないけど。いや、そういう意味で、生ってものに対しても、だからじゃあこれが生じゃないかっていうのも、まあ、際どいくなってくるよね。だってどんどんこれ多分さ、逆に言うと、それこそ、今だってあれじゃないの、生で喋るよりこの方がいいっていう人もいっぱい出てきてる。知らない、それは。だから気が楽なんじゃない。でも、それはあるんじゃないですかね。例えば、今、大木さんは、その引きこもり等の、ケアをするサポートさんと、仲介に入ってもらってやってもらってますけど、その引きこもり状態の人たちの、そのコミュニケーションの取り方みたいなことを、例えば家族とだけコミュニケーション取るとか、そのネット上だけでコミュニケーション取るとか、そういうこう限定的なこうコミュニケーションの取り方みたいなことと、このコロナの状況における他者とのコミュニケーションの取り方ってどっかで似てる部分もありますよね。何かその非常に限定されてしまうというか、むしろその限定されているコミュニケーションを好むというか、そっちの方を選び取ってしまうというか、なんかあえてこのプロジェクトに寄せて話そうっていうつもりは全然ないんですけど、大木さんの話を聞いていて、そのオンラインだけでこう成り立つコミュニケーションっていうことと、その引きこもり状態にある中でのコミュニケーションの取り方っていうのは、どっかでこう通じるものもあるのかなっていうふうに聞いてて思ったんですけど。そうね。流れでね、そう、もちろんそうだし、いや、今ね、映像のこととかもだからね、それがまたコロナの話も、いや、ちょっとしたくなっちゃうのは、本当に僕自身はスピリットとしては、本当に今そういう流れ、それはこういう図像っていうかこの映像とかの問題もだからね、その言葉の問題もそうだし、その隠すっていうのと違うんだけど、でもとにかく変な言い方なんだけど、嘘っていうもの、僕は嘘ってものが悪いもんだと全部悪いもんだと思ってんだけど、嘘とか、なんて言うんだろうな、それが、だって、映画とか映像ってフィクション、映画ってフィクションっていう、まさに
フィクションっていうなだし、まあフィクションの良さもあるわけじゃない。でも例えばだからこれがフィクションだから例えば普通の今の解釈だとこれ今フィクションじゃないんでしょこれ二人並んでるけどさフィクションじゃないんでしょ。フィクションじゃないです。普通にね、台本もないし。そうだから台本があるものがだからフィクションっていう言い方にね今なってっちゃったけど、だからフィクションだからじゃあノンフィクションっていうのがそれで問題になるわけじゃない。じゃあこれはノンフィクションなのかって言われる話で、まあそれドキュメンタリーの問題の映画でもあと、まあ報道がそうだよね。だからまあ僕からしたらそのコロナの報道は完全にフィクションだと思ってるわけね。当たり前のこととして、だからっていうかノンフィクションではあり得るわ。っていうかノンフィクションのものなんかがないっていう、まあそれはもうある程度今ね、これを映ってるから事実がっていうのは何かっていう話の問題には認識の問題にもう今なってるわけだから、だからそこも戻したいわけよ。さっきから話言うと、だからこれが映ってるものが僕が本当に喋ってる、だから本当に喋ってるってことに価値を置くのか、でこれが例えば1時間後に流れてたら今喋ってるわけじゃん、だから本当に喋ってたことを流してるわけでしょとかの問題と、僕はそのさっきスピリットのことで言ってるのは、例の話、いや、言いたいのは、ほら、何に重視して、何に意識を持ってて、それをこう組み立てたり、感情に結びつけたり、行動に結びつけていくような回路の部分の中で、例えばこれが事実であるか事実でないかとか、フィクションであるかノンフィクションであるかとかの、結局ね、神経としてその作用をしてきたときに、じゃあ例えば一方ですごく、フィクションじゃないけど、なんて言うんだろう。だからまあこれ全然古い話だけど、例えば1960年代とかのテレビができたときに、普通にシリアルのドラマのところにいきなりコマーシャルが入るわけじゃない。で、全く違う質のものがまあ同じ画面に、で、それにも鳴らされるわけでしょ。昔だったら、それもっと前だったら多分、何が起きたのってなるわけじゃない。だけども、今僕らは全員別にシリアスな、例えば震災の風景の中に、で、今人がそれこそ死のうとしてるところの中にいきなりコマーシャルが入ったって、まあ何とも思わないわけでしょ、はっきり言って。だそれを使い分けるわけじゃない。別に事実が変わってるわけじゃないわけで、それをたまたま中継してる時に、たまたま中継してる中でテレビ局やってるから、それがコマーシャルが流れてるって、まあ頭で考えれば慣れちゃうけどさ、そんなことはまあ現実ではありえないわけでしょ。例えばさ、なんでもいいけど、戦場でいきなり CM が流れることはないわけでしょ、生で。例えば僕と今、いや、だってこれだって今 YouTube とかだってあるわけでしょ。これで2人でやってたのがさ、売れてたらさ、いきなり広告が入るわけでしょ。で、そんなことはまあ現実だったら起こらないわけで、いや、今何が言いたいかって言えば、それは悪いって言ってんじゃないの。だからそういう細かいことで、結局リアリティだったり、それがその事実ね、その映像なり映ってるものや対象に対して何の作用がしてるかっていうことの、結局、リテラシーがあまりにも、それはね、変な言い方だけど、研究もされてないんだよ。研究の焦点が合わないから。はっきりそれがね、例えば僕は放射能と映像っていうのはすごく比べるんだけど、進化の流れとしてね。例えばベクレルっていうのは集中すれば、これも問題、コロナも一緒なんだけど、ベクレルっていうのはものすごくそこに予算をつぎ込んでやれば、あるものが検知できるわけじゃない。だけど、例えばね、この情報の認識っていうものが、どの程度の作用で、例えばこれがある真実だったりするとか、それが、真実であることによるリアリティだったり、感情とか、ハートでもいいよ。あるわけじゃない。リアリティって言い方は、もっとこういう、エモーションとリアリティの問題はなかなか難しいところがあるけどさ、そのエモーションっていうのもこう、テンションの問題と、ハートとかにも来るわけでしょ、だって。ドラマはいい映画とかっていうのは、普通に感動したりするっていうのとかいうとこ、まあそのエモーションの流れもいろいろ、それも幅もあるわけだけど、だから、いや、それも価値だけど、その辺が、まあもう今僕の最大の問題は、だから例えばこのコロナに関しても、情報のいわゆるデータ的なものの認識と、
それを行動に結びつけたり、それをさらに言えば価値観だったり、まあ、下手するとそれがまあ、よくあることは、まあそのヘイトのこととかもあるけどさ、ヘイトって最近言わないね。で、まあそれはあるわけじゃん。そのある種、それはある種の価値観を形成したり、他者に対しての何を形成していくところまで結びついていくように発展していくようなものの積み重ねっていうのの元があるわけでしょだって。いきなりそうなるわけじゃないわけだから、何かに対しての違和感だったり、憎悪だったり、それ持ってき方とか持ってかれ方も含めての認識や、それの様々なそれがね、僕さっきこのまた曲げるけどね、これは大きいわけよ。ということの積み重ねなんだもん。じゃあなんでまずはこれはもう既成事実なのかっていうことでしょ。でもなんか、ちょっと面白いのは、じゃあ大木さんは結構今回のプロジェクトだけじゃないと思うんですけど、今のこの自分たちが置かれてるこの、オンラインの状況であったりとか、映像が日常に対してものすごい影響力があるっていう状況の中で、それがどんな風に自分たちにどんな影響を及ぼしているのかっていうことにすごく興味があるってことですよね。もちろん、もう完全にそう。むしろじゃあ、なんかちょっと面白いと思うのは、この渋谷のプロジェクトは、コミュニケーションをするってことの可能性をすごく今回のいろいろなコミュニケーションを通じてどんなことが生まれていくのかっていうことを考えるような機会だと思うんですけど、契機だと思うんですけど、だけど大木さんは、それも当然ありながら、もう少しメタな視点でそのオンラインなりこういう映像のコミュニケーションっていうものが及ぼすその作用について現場での何が起こってるかっていうことはもちろんやりながら、もう少し引いた視点でそもそも今のこの世界、この社会の状況っていうものは何なのかっていうようなそれをメタで見る視点みたいなことも常に持ち合わせながらやってるってことですよね。そう。多分、逆に言うと、そこのバランスなわけで、メタなものがないとね、具体的なもの、だからこれを処理できないのよ。これただ、これ事故になるわけでしょ。だってこれがじゃあもともと何なのかがあるから、じゃあこうなった時に出るわけじゃん。ここにもう隠蔽されてるっていうか、もうなってるものがこうしちゃうと、あれって、普通だったらこれが事故とかなんだろうけど、でも実際はさ、何の必要もない、いや、必要がないとは言わない。ゼロじゃないけど、その際どいラインの中で、そういうもんじゃない。あんたが命をかけてこのさ、あれをしてるわけじゃないでしょ。だからそういうものの別に悪いことでも何でもない。ただ現場ってそういうことだと思うわけじゃない。だって、いろんな意味、いろんなその人のいろんな部分といろんなものとのバランスがなってるもののちょっとしたことっていうのを、でもそれを、じゃあ、もう今の状況自体に対して、僕自身はなんていうの、そこに常に思ってるからね。おかしいっていうのは、っていうかおかしいっていうことがメインっていうよりは、多分現に僕はこういうことをしないんじゃない。多分珍しさもあって、なんでこうなってんだろうってなるわけよ、やっぱりメディアの状況というか、どうしてこういうような状況が生まれてるかってことに、ね。だからリアリティの中だから変な言い方だけど、別に取り込まれるっていう言い方嫌だけど、その加減だよね。で、僕取り込まれたくないっていうより、やっぱり彼らと逆にね、トム君の時とかは、その辺、だから当然だし、したらだからより、もう例えばよく言うんだけど、こういう磁場になっちゃったら、こういう磁場って僕言ってるの、あれカメラここに、この磁場っていうものの強烈なもうね、できちゃってるんだよ。だからこれにね、制限がね、その制限されちゃってるってことですよね。制限とその受け取る側の、僕からしたら、神社っていうのはあれも好きなんだけど、ほら、舞台でもいいや。舞台とかね、ある何かフィクション、それこそ僕は神社とか舞台の一種のフィクションっていうのの、あれがあるわけじゃない。はい。境目、なんていうので、なんていうのかな、そういうことのしつらえが、映像っていうのは、もう本
当にね、そこなのよ。だからね、いや、それ、またね、このコロナに結びつけてるところが、みんな多分僕が言ってるのがすぐコロナって言ってるけど、それがでも僕はもう結構もう、いや、今もうそこに一瞬今渋谷、僕からしたら、もう信じられないわけよ。もうフィクション。もうだからもうすべてが何のために何をやってるかってことは、まあ別にこんな言い方したくないけど、誰も分かってないわけよ、もはや。自分の欲望だったり社会の何があるけど、だってできないよ、そんなことも。だからもうこの、なんていうの、管理っていうか、だから、ここに触るみたいなことはできないんだよね、もう。で、だから、その届くのね。で、だから、さっき、なんて言ったんだっけ、現場と、メタっていう言い方もしたけど、メタっていう言い方がいいのか。でも、僕はそここそがリアリティなんじゃないかと思うんだよね。だってそっからしないとさ、だって結局みんななんかおかしいって別になんかっていうかもうそれも鳴らされちゃうわけじゃない。もうおかしいのが当たり前だっていうのもどんどん順応していくからね。でもその順応の仕方と一緒で、だからそこが僕あれとかとも、変異ね、僕はね、変異種のことはすごい面白い。だから全部僕はパラレルになってると思ってて、変異していくわけよ、本当にね、人間がね。で、それはもういろいろ、でもそれどう変異して、どの変異とどの変異がどういうふうにっていうのが、急速に進んでいく中の、それと変異しないものっていうのがあるのかどうかとか、じゃあその母体となるものとかとの、もう、本当にそれはだからその変異のだからフィクション、だからフィクションってものさえも変異なんでね、今。実際の変異っていうよりは、昨日だからもう今、だからそれがほら免疫のこととかとも絡んでくるけど、昨日、なんていうの、もう、それの、そこまででそれに対して一種の科学だって、あと資本、お金だよね。それがもう入り組んでる中で、だからそこでさ、じゃあそれに対してささやかにっていうか本当の個人だったりこういう場が何をっていう時にね、そう、さっきの話で言うと、ここで言うとまた、だからここのね、だからでも実は映像の、これはコアな話だけど、映像がものすごく今言葉だと思ってんだよね、僕はね。言葉が完全に、言葉に対するテロっていうのを今考えてて、難しいんだよ、ものすごく実は。だから、それがでも逆にこの映像っていうのは、言葉もはらんでるわけじゃない。だから、すごくそこがやりようがある。で、それが、例えばここだともうね、塗り固まっちゃってるから、はっきり言ってこのブログを聞いたりする人は、もうなかなかそこに新鮮な構図が入る余地はあまりないよ。地場に、いや、それはそれが悪いとかじゃないんだよ。だけど、届くの僕の可能性っていうのは、そこを、だから逆に言うと、そこを、その、可能性がもっと映像の、だからやれる、具体的なことも、だから僕にとってある意味ね、どうも考えとともに、だから最初にちょっと言いたかったのを思い出して言ったのは、ほら、でもね、僕が送った映像はどっちもかなりレアだったと思うよ。ああいうことは絶対、他の人だったらいい意味で言ってもできないとも言えると思う。2回目の、携帯から撮ったの。だってあのね、2時間後にスマホが水没したからね。だからあれから一切小川君のだからレスが全く見れなくなっちゃったわけよ。いやだからでもね、あれもなんかあったんだよ。なんかよくわかんないうちなんか僕ももうあれ見れないんだもん今。だから撮ってるでしょ。だから僕全部消えちゃったから。本当にね、7月28日なのよ。で、なんか本当、じゃない、アップしたのがしかもね、本当、いや、だからね、そういうことっていうのは、だから僕はやっぱり常に思ってて、どのタイミング、だから映像の中身っていうのはね、シチュエーション、なんであの時になんかしとこう。で、僕はだってなんか変な、部屋の中のなんか変な7ショットぐらいあったあれ。なんでね、僕あんなものをあそこで、あんなことしようと思ったのかよくわからないのよ。いやいや、だけど、だからそれをね、やっぱり
仮にでも、例えばアバンギャルド実験映画のやるとかじゃなくてね、あそこの場でから逆に言うと、相川さんたちもなんでこんな、だからさっきの映像が専門家、でもそれも面白いですよ。あれだから逆に下手に映像が専門の人だと、まあなんかいろいろ考えたりするのかしれないけど、まあいきなりあんなものをこう出てきて困るよね、だって。でもほら、それは一種並ぶわけじゃない。だから逆に言うと僕がコミュニケーション障害じゃないけど、とも言えるよね、普通の文脈で言えばさ、あんなもの送ってきて。なんだかわかんないし、最初のは僕結構あれディープだと福島も入ってて、わかる ?15 分ぐらいの。あれ大木さはね、んの、その大木さんの撮っはいよ。てる映像っていうのは、一般の方々見えないんですよ、今の状況だと。ねえ、そうそだけど、一応、まあ、そろそろまとめに入りますけど、来う。うん、年度のそう秋にそうそ届くの展覧会が予定されていて、まあ、う。うそこん、ではもしかしたらその大木さんが今お話ししていそうたそのそうそう。映像とかもなんかね、出るいやいや、かもしれないそうそうだし、し、すうん、ごい大事。僕はだからそこは、うん、すごいでもね、多分すごい僕が少なくとも目指してることはハイレベルなことを目指してるなと思っちゃう。だから、それはなかなかどうやるかわかんないけど、だから、でも今のこういうの積み重ねは大事で、で、結構だから、今のお話から聞いてると、単純にその現場でのコミュニケーションでどうこうっていうものも同時に走らせつつ、うん、もう少しそうじゃない映像とは何かとか、このうん、今の時代のこの、まあ、コうん、ロナの状況もうん、含めて、この時うん、代を俯瞰するような視点もそう。当然ありつつっていうのがこう混ぜたような作品がなんとなく想そうだね、像できるんですけど、そそう。れを期待していいってことですよね。本当にそうそう。で、うん。それ、例えば、でも僕は一番大事なことは、現うん。に、まあこれだから、ね、まあ言っていいのかな、虫を、二人の。で、まあもちろんそれから、まあそれに対しては相川さんと石川さんもそうなんだけど、やっぱりね、その具体なんだよね。そこに、うん。そことから、で、それのが接続が理解されるかされないかの説明の問題じゃなくて、あくまでだからそのショット、だって僕が送ったなんかと、そのとのやり取りと、でもそこに、だからそのいろんな可能性があるわけじゃない。それが映像で集約とか、シングルチャンネルで集約されるとか、そういうの全ての、だから、で、変な言い方だけど、僕はその場が大事だというのは、最終的に例えば、それが展覧会でやられるんであれば、展覧会が目的かどうかわかんない。だからそれはこことの全部あってくるけど、うん。結局その場の中でうん。体現される、それはだから抽象的な話じゃないわけじゃん。だからインスタレー現ション、実的な話でそうすよね。そうそう。うん。でも、それとやりとりは全く別なんだよね。やりとりの次元っていうのは、うん。それを見越すことはあるんだよ。でも見越せるもんじゃないし、今の段うん。階では、うん。じゃあこのために、こういう落としどころのためにの具体的なツールを貯めてるとかじゃないわけじゃない、ツールじゃない。うん。うん。うん。じゃなくて、なんて言うんだろう、だからでも今、でも、それも僕は不思議で、このタイミングでこの9月7日に、それもだから僕からしたらあるシチュエーションで、こっちが先に来たわけよね。でもまあ近々、でも、相川さんのね、電話番号まだ後聞かなきゃいけない。全部聞いちゃって、今日もだから、と思った時、できないなと思ったけど、だからその辺の、そう、でもまあ今、小川君とのまさに共有ってことでも、なんかね、その辺のことの、でも、やっぱりちょっと次のステップに、でもね、逆に言えば変な言い方だけど、その2つの映像で、どっちを見ているんだもんね。彼を、送っ青木さんがてきてくれた。送った映像ってこいや、もうとですか？そうだし、向こう側彼らから送ってきた映像。そう。はい。それ本当はでももうそれだけでも、本当にやればね、いくらでも出てくるから。うん。うん。うん。でもそれを、コミュニケーションで、じゃあ逆に、僕が例えば、じゃあ、二人で、でもそれはちょっとほら見えないとこがあって、どういう、例えばそれを携帯で見せるのかとか、うん。うん。だって、じゃあそういうのも含めて、それも、別に僕は変に調べたいとかいうよりは、そういうことにまでやっぱりそれができないとかじゃなくて、そういうような、で、その彼ら、相川さんたちにも、そういう地場、だからやっぱり彼らも普通に映像のね、専門家じゃないだろうし、多分、一般的な映像に、具体に関しては、映像のイメージがあったりするところは、やっぱり、でも、それが逆に言えば、まあ、広く言えば、ほとんどの人たちはそうなわけでしょ。うん。うん。うん。専門家の人たち以外っていうのは。うん。で、まあ、どんどんそれがいろいろこうなってる中での、
で、その特殊化したいわけじゃないから、そのフィールドで、の中で、でも、そう、逆に言うと、小川君と僕とか、まあ、竹野さんとか、そっちの部分のところもやっぱり共有していきたいよね。だから、はい。メタな部分のところとの、だから、じゃあ、すごく具体的な細かなところとの、何を、で、試みが必ずね、100%成功しなくても、まあ、例えば50%でも何かが、それに対してのリアリティが出てくるかどうかっていうのは、でもそれお互いなんで、別にこっちだけの話じゃなくて、何かなんていうんだよ。だから、でも、あれですよね。今、沖さんがやり取りされている、ヒコミとはじめとした、うん、ディアサポートネット渋谷の方うん、々にも、むしろ、沖さんが、今回のやり取りを通して、まあ、来年の展覧会の形になるかわからないですけど、そこで出てきたものっていうのを見たときに、向こうの方々も、何か相対化する視点というか、自分たちが今どういう状況で、そうそうそう、何がその場で作ったのかっていうのをそ相対化するような視点っていうのが獲得できたら、それはなんか非常に意味があるっていうう。いや、か、そこそうそう。で具体的にどんなコミュニケーションを取ったかっていうことと、もう一つ違ったその全体、自分たちが生きている社会の構造みたいなものがそこでなんとなく見えたら、それはなんかすごく意味があることなのかなっていうのと思うのと、あとそれは観客の方にもあれですよね。そうそう見に来る人たちそうもそうそこそうでどういうことが起きたかっていうこととそ同時に自分たちが今生きているこの時代がどういうものなのかっていうことが見えたら、それは非常うそになんかうそう面白いなっていうふうそに聞いてて思いました。そろそろ沖さん、時間もあれなんで、あれはい。なんですけど、今日でも、来年の成果展みたいなのが非常に楽しみになるトークで、僕としてはすごく楽しめたんですけど、大木さんの今やってるやり取りに対しての実際のその映像はネット上では見れないんですけど、大木さんのブログはあ、そうそうそうそ見ることができう。言て、葉の問題。そうそうそう。そうそう、ブログもね、大木さんのブログは、まあ、今日のトーク聞いてらっしゃる方は当然わかると思うんですけど、一筋縄ではない、単純にこういうことがありましたっていう日記ではなく、もうブログも作品としてやられてるというか、詩のような形で、あれもある意味レスポンスですよね。向こうの方いや、々が本当に。撮ってきた映像に対しての大木さんの言葉のレスポンスがそこには記録されていて、そちらもぜひご覧になっていただけると、より今どういうことが起きているのかっていうのを想像するいい材料にもなると思うので、ぜひそちらも見ていただければと思います。大木さん、今日どうもありがとうごどうもありがとうございました。ざいました。ははい、どうも。じゃあ今日はこれで終わります。い。